んばんは。おはようございます。こんにちは。聞こえますか？聞こえてますか？聞こえてるのかな、ちょっとわかんない。でも、とりあえず、始めます。始めます。そう、最近、日本に住まなきゃわからない問題があったので、それを共有、シェアしたいと思います。ちょっと待ってくださいね。書類をシェアします。書類？ドキュメントをシェアします。こちらない。シェアスクリーン。はい。タブで。皆さん元気ですか？はい。これで見えるかな？はい。そう、最近、ね、もう日本に私は今まで、そうですね、2019年の12月ぐらいに日本に帰ってきて、それからずっと日本に住んでいます。だから、もうすぐ、もう1年半ぐらい経ちますね。日本に帰ってきて1年半ぐらいです。で、それまではカナダとか、オーストラリアとか、ニュージーランドとか、いろんなところを旅行したりしていました。で、1年半日本に今住んでます。日本、すごい大好きなんですけど、なんでかっていうと、ちょっと待って、大きくしよう。住みやすいですね。だって日本語通じるし。はい。なんで、あと生まれ育ったから食べ物が美味しいなって思うし、そう。でも、日本語ができても、っていうか、日本語ネイティブだから日本語ができても、日本人でも大変なことがあります。そう。あ、こんばんは。ヤンさん。みんなはどうみんなはどうだろうみんなはおはようかな。こんばんは、GTS。あ、ミカさん、こんばんは。はい、そう。皆さんは日本で困ったことはありますか？ちょっと書いとこうと。もう違う。日本で、困った経験はありますか？はい。セーフ。はい。やばい。どうしよう。漢字、ひらがなあった方がいいですかね。日本で困った、経験はありますか？はい。そう。で、これは免許ですね。運転免許。運転免許は、車の免許ですね。ライセンスですね。車。私は、車の免許を持っているんですけど、はい。でも、ちょっと待って。コメント見ます。そっか。ヤンさんは日本に住んだことないですね。そうですね。うん。そうだね。うん。そう。なんだっけ。そう。運転免許について話してましたね。日本の運転免許は別に、これ私に起こった問題じゃないんですけど、実は、これ、見えるなんかチラシが入ってて、チラシこれ、こういう紙のことを。チラシが、キーボード叩く音しますか？多分しますね。すいません。今日は、ラップトップ、ノートパソコンのキーボードを使ってます。はい。そう。ポストに入っていた、チラシを見ました。びっくりしました。そう。で、これチラシって言うんですけど、近所の
自動車学校があります。皆さんの国では、自動車免許を取るときに学校に行きますか？日本では、絶対に、絶対じゃないんですけど、95% ぐらいの人は学校に行くと思います。はい。で、ちなみに、免許の値段？運転免許の値段はいくらですか？皆さんの国の、どのくらい学校に行きますか？通いますか？要は学校とか会社に使うんですけど、コミュのことですね。コリーナさん、行きます。コリーナさんはどこですか？そうこれ知りたいです。聞きたい。そう。皆さんの国の免許の値段はいくらですか？どのぐらい学校に行きますか？通いますか？オランダ、ヤンさん。多分、1500ユーロとレッスンと試験。なるほど。高いね。オランダ、やっぱり。さすが自転車の国。そっか。じゃあ、そう。オランダ。これは大体だけど、約、約ってどこ？約、1500ユーロ。そう、アメリカとかめっちゃ安いって聞いたんですけど、2000円とかって聞いたんですけど、本当ですか？そう。ドイツとかシンガポールとか、いくらですか？そうだね。確かに、オランダは免許必要ないですね。ずっとね、道も平地だし、電車漕ぎやすいですね。ドイツ。コリーナさん、ドイツ。ドイツで1200ユーロぐらいなんですか？じゃあ、ヨーロッパと日本同じなんですね。ちなみに、何ヶ月ぐらい、どのぐらい学校に行きますか？そうなんだ。すごい。何日かな？2000ユーロぐらい？私の免許の値段は1800ユーロだったと思います。でももう何年も前の話です。そうですね。私も何年も前の話で忘れてたんですけど。はい。なんでムクロサキさん、こんばんは。スペインでは、100から600ユーロ。1000とかか。1000から 600？ すごい。すごいね。安い。スペイン。皆さんヨーロッパなんですね。と、何ヶ月ぐらいかかるんですか？学校に何ヶ月ぐらい行きますか？今バランスボールの上に座ってる。これ見ると、安くて、
そうですね。2000ユーロぐらいですね。日本も。22万とか23万なので。値段はどれぐらいのレッスンが必要値段はどれぐらいのレッスンが必要かによりますかな必要かによります。なるほど。じゃあ日本と変わんないですね。ちなみに、アメリカがじゃあ超安いんだ。35ドルとかですね。安っ。もう100ドル以下。日本は、さっき言ったように、ドイツと同じぐらいです。2000ドルぐらい2000ユーロぐらいなんて書いてんだろう。多分2ヶ月ぐらいかかりますね。免許、働いたり、学校にいながら、勉強をする場合、2ヶ月ぐらいかかる。そうですね。はい。それが結構びっくりしたんですけど、私は結構びっくりした。でも、皆さんヨーロッパの方からしたら同じですね。よかった。そう。で、なんかいろんな種類があるんですよ。私、他の国わかんないんですけど、ここに普通車って書いてるんですけど、普通車、これ、準中型は多分、ちょっと大きい車普通二輪。これバイクですね。大型二輪。大型二種。たくさん、種類があります。そう。興味のある人は調べてみてください。すいません。私はあまりわからません。はい。そう。で、今日はね、実際自分が困った問題は、これちょっと、あんまり今日は困ってないけど、今日は国際郵便で困りました。国際郵便、外国に手紙とか、送るときですね。はい。ちょっとシェアしますね、これ。これ本当に今日辛かった。ね、これ待って。これどうやってシェアするんだろう。これをシェアで、ストックシェアリングで、シェアで、シェアスクリーンで、これかなはい。これ、見えますか今日、友達にプレゼントを送ろうと思って、この、ジャパンポストですね、日本郵便で国際郵便を送ろうとしたんですけど、これ見て、ご注意ください。2021年1月1日から米国宛て、アメリカ行きですね。アメリカ宛て手書きラベルによる差出は原則お引き受けができません。簡単な日本語にすると、アメリカ行きで、手書きで書いたラベルは出せません。送れませんっていう意味です。はい、詳しくはこちら。そしたらめちゃくちゃ難しいことが出てきて、そう。
そうですね。通関電子データ送信義務化についてとか。こういう、全部読みますね。めちゃくちゃ難しい日本語ですけど。通関電子データの、送信が義務化されます。手書きの EMS ラベルなどで差し出されると、各回って国で、通関の遅れや変装の恐れがあります。また、米国宛ての手書きラベルによる差し出しは原則お引き受けができません。ブルーになるは、国際郵便マイページをご利用ください。本当に、これを読んで、マイページってわかるんですけど、なんかそれだったら、わざわざ、この書き方しなくて、マイページからお申し込みくださいの方が良くないですか？本当になんか、表記がわかりにくい。書き方がわかりにくい。で、そうですね。やっと今月からアメリカに送れるようになったんですよ。でもいろいろ種類があって、変更前、変更後、航空、SAL、船便 EMS ってあるんですけど、まあ、これで結構今日、トラブルかなわかんないけど、はぁってなっちゃいました。で、この書き方してたから、手書きラベルによる EMS だから、私は宛名をプリントして貼ったんですよ。それじゃあダメって言われて、今日送れなかったです。すいません。はい、ごめんなさい。愚痴っちゃってごめんなさい。それが、もう今日の、なんで日本みたいな。そう。そうね。じゃあ、ちょっと、コメントありがとうございます。アマンダさん、市役所に行くときはいつも困ります。いや、そうですね。市役所本当に困りますよね。市役所は、まず全部手書きですね。だし、多分外国人の方だと友達とか、誰か日本語とその自分が喋る言葉を分かる人に来てもらわないと、ダメなんですよね。うん。ソニーさん、ティー代ありがとうございます。今日もティーを飲んでます。ありがとう。免許代、免許もう取ってるけどありがとう。いいさんキーボードの音がいい。本当ですか？よかった。はい。じゃあ、ちょっとシェア戻そうと。いや、ちょっと聞いてくれてありがとうございます。本当今日はそれで。そう。日本には運転の練習のために特別な練習場があるのですね。そうなんですよ。特別な練習場があって、学校みたいなところなんですけど、そこで勉強して、テストを受けての繰り返しで、それがだいたい2ヶ月ぐらいですね。そう、学校があります。実際、自動車学校って呼んでます。はい。じゃあ、ちょっと、ストップシェアリングしますね。シェアスクリーンで、Chrome の、これ。はい、できた。はい、結局、荷物を送らなかった。私が悪いけど、ちゃんと読まなかった。私も悪いけど。日本には自動車学校があります。そこで練習をしたり、そこで勉強をしたり、練
練習したり、テストを受けたりします。そう、こんな感じですね。はい。うん。で、国際郵便、で、続きなんですけど、そのアプリを使って、その、ウェブサイトにログインして、宛先は、手紙を出すアドレスのことですね。住所ですね。住所を入力したから、エラーメッセージが出ました。エラーメッセージは、感覚で入力してください。でした。そう。そう、半角っていうのは、例えば、これがわかんない。どれが半角かわかんないですね。とりあえず、これかな。これは半角なんですよ。で、って言って、多分、これが全角なんですよ。わかりにくいですよね。ちょっと全角は大きいです。なんかスペースを2つ分使う感じで、半角で私入力したんですけど、なんかエラー出ちゃって大変でした。で、これはもうパソコンでした方が、そうそう。で、その郵便局の方に、これ半角で入力してるんですけど、エラーが出るんですって言って、で、念のため私はウェブサイトで半角にできるサービスがあって、それをコピーしてペースト貼り付けたんですよ。そしたら、それを言うと、郵便局の人はコピー&ペーストダメですとか言われて、どういうことと思って。ちょっと意味がわからなかったんで、もう、うちでしますって言って、帰りました。D さん、どんなことですか？ただ盗んだバイクらしいです。尾崎豊ですね。はい結構大変でした、これは。はい、何の話だっけ？で、多分、これは絶対、日本人でもわかんない人いると思うんですけど、実印と、印鑑証明です。日本は観光文化がありますね。観光はもう名前とかのスタンプのことですね。うん。ドイツは最初から行動です。そうなんですか？ドイツは最初から走っていいんですか？すごい。オランダは、自動車学校があるんですね。なるほど。日本語が通じませんでした。それは大変ですね。いや、私でも日本語通じないですよ、時々。冗談ですけど、なんか、システムとかが難しすぎて、
どこに行けばいいかわかんないですよね。特に市役所とかだと。これは日本語っていう以前に、日本語というよりも、何ですかね。わかりません。多分それは日本の政府がどうにかした方がいいと思います。はい。そう。で、これもまた役所系なんですけど、役所でする手続き。ね。役所っていうのは、こういうことですね。手続きは、プロセスなんだろう。書類のことですね。手続き。例えば、住所が変わったとき、住む場所が変わったときに、役所で住所変更、住所を変えましたっていう紙を書いたりします。そういう書いたりすることを手続きと言います。で、そう、日本はハンコをよく使うんですよ。知ってます？ハンコっていうのは、ふざけたハンコしかないけど、なんかいいのあるかな。こんな感じかな。ハンコですね。矢野さんですね。矢野さんのハンコです。ああ、そうですか。コリーナさん。私も同じエラーメッセージが何回も出たことがあります。ありますよね。本当に、なんだろう。どうなってるのって。多分、日本はテクノロジーの国って言われてる、言われていたと思うんですけど、全然ですよね。もうちょっとテクノロジーにお金をかけてほしいです。はい。なんだっけ。で、このハンコっていうのがあるんですけど、このハンコにも種類があるんですよ。多分知らないと思うんですけど。一般的に使われているハンコは、認め印と言いますね。認め印っていうのは、例えば、宅配便、アマゾンとかの荷物を受け取るときに、ハンコを押してもいいです。サインでもいいんですけど、ハンコを押します。で、あとは、そんなに大事じゃない書類に、ハンコ、認め印を使います。で、認め印とか、認め印の仲間なんですけど、銀行印というものもある。銀行印。銀行印というのもあります。銀行印っていうのは、銀行印あってるよね。そう。文字通り、銀行で登録する、ハンコのことです。銀行口座を開くには、この銀行に、認め印ですね。銀行に登録する、ハンコが必要です。
あネパールからたくさんの愛ありがとうございます。はい。そう。うん。はい。で、銀行口座を開くには、この銀行に登録するハンコが必要です。これも、なんとなく日本の文化として知られていることです。これはまだステップ1、レベル1とか2とかです。で、今日私が、うん、困ったのは、実印ですね。実印っていうのは、私これよくわかんないんですけど、役所に登録する、ハンコのことです。ね、役所っていうのはこれですね。パブリックオフィスですね。パブリックオフィスとかガバメントオフィスのことですね。そう、皆さん本当にハンコが多くて困ります。先生がインターメディエートに日本語の会話の動画を作っています。ありがとうございます。そうです。次の動画は会話の動画を作ります。はい。そう、なんだっけ。で、実印は役所に登録するハンコのことなんですけど、これはどうして登録するかっていうと、なんか、本当によくわかりません。でも多分、私はこのハンコを持っています。だから、このハンコを持っているってことは、私は本人ですみたいな。アイデンティファイするためのものなんですよ。本当に意味がわからないんですけど、指紋とかこういう指のフィンガープリントじゃなくて、そのハンコで本人かどうかを判断するっていう。じゃなくて、実印。こんなのさ、実印同じように作ろうと思えば作れるじゃないですか。意味がわからないんですけど。うん。そう。で、この、実印を登録して、本人、ということを証明する書類を発行するためですよ。で、私はなぜこの実印が必要だったかっていうと、普通、実印を使う。実印を使って印鑑証明をするときは、大きな買い物をするときですね。例えば、家を買うとき、には、車を買うとき。だから、でも、私の友達は両方持っているけど、実印を使ったことはない。けど、私は今日、ただのなんかメールボックス、その郵便ポストの登録をするときに、これが必要って言われたんで、わざわざ市役所に行って登録して、で、その紙をもらって提出しました。その後、また書類を書いて、ここにハンコをたくさん押しました。はい、すいません、長くなりました。でも、聞いてくれてありがとう。でも、これが本当に大変でした。うん、で、ハンコ、だから、Amazon とかで全然注文できるんですよ。Amazon でハンコを注文するんですけど、だから外国人の方はオーダーできるので、Amazon とかでオーダーするといいと思います。はい、できればハンコ使いたくないですけどね。はい、
そう、めんどくさかった。うん。ソニーさん、困ったこと、時々日本人と日本語で話しましたが、彼らは英語を話そうとしました。それありますよね。これは面白いですね。うん、日本語を話したいのに、英語は英語で話される問題。これは深いですね。多分、日本人は英語を話したいのかな、練習したいのかな、私も日本語の先生と話したいです。どうしたら可能ですか？多分、愛登記とかでたくさん先生がいるので、愛登記とか、なんだっけ、日本人の先生と、愛登記とか、まあ、ハロートークとかでいいんじゃないですか。先生じゃないけど、日本人と話せます。テストのために勉強する学校あるんですけど、練習する練習場がないです。だから最初はとても緊張していました。それ怖いですね。テストのために勉強する学校ある。どこで練習するんですかね？うちごめんね。いや、全然謝らなくていいですよ。ソニーさん、外国人が日本語を話すと日本人は驚いているようだ。そうですね。びっくりしますね。うん。そう。話したい。間違えた。多分、これ結構よく聞くんですよね。日本語を話したいのに英語で話される問題。多分、自分も、英語で返せばいいと思います。英語じゃない、間違えた。日本語で。いいと思います。はい、ちょっと休憩。美味しくないこれ。なんで？うん。全然美味しくない。なんでだろう。はい。そう、日本語で。例えば、なんで、わかんないな。どういうこと？わかんないけど、ハローって言ってくるんですかね。うん。そうで、なんだっけ。最近、アブロードジャパンの、えっと、YouTube 見て、あーって思った。わかるって思った。ちょっと一緒に見ますか？でも長かったんですよね。えー、あー、すごい。
日本に移住しない12の理由っていうタイトルになってる。そう。いいなさん。面白かったです。2つの種類があるのは知らなかったです。そう。多分もっとあります。もっとあるんですけど、私が知っている限り、とりあえず2つ。あんまり重要じゃないハンコと、すごく大事な家を買うときとか、車を買うときに使うハンコがあります。はい。で、そのハンコを使うだけじゃなくて、なんて言ったらいいんだろう。ハンコを持ってますっていう証明書、ね、ドキュメントを役所に出してもらいます。そうすると、自分が本人、私ですっていうのがわかるような感じ。はい英語が話せないふりをするのはどう？確かにいいですね。私もちょっと今だから言えますけど、日本に帰ってきたばっかりの時、外国人の友達といる時は、日本人じゃないふりをしていました。はいはい、めっちゃ面白かったんだけど、そうだ。これ、ちょっと遅かったかな。大きかった。はい。ハイムさん、こんばんは。こんにちは。こんにちは。初めての配信ライブです。こんにちは。ソーリーのイングリッシュ。そうですね。多分、ソーリーのイングリッシュを言えばいいと思います。はい。日本語の発音で、ソーリーのイングリッシュです。その通りですね。うん、今から、クリスさんの動画を見てもいいですか？クリスさんって知り合いじゃないけど。という動画を見てもいいですか？英語ですけど、単語で後で説明します。みんな、クリスさんの方見た方が早いかな。ありがとう。めっちゃ見てる人減ったけど、見ます。結構何回も。はい。ちょっと待ってね。これもまた、ストップスクリーンか。待ってね。リムープで、シェアで、ストップの、と、で、シェアで、シェアスクリーンで、ちょっと待って、スクリーンですね。OK、わかった。はい。で、Chrome のタブで音声を共有する。OK。見える？ちょっと待って。Stuff that comes with living here. And honestly, this country certainly isn't perfect. I mean, nowhere is, right? Except maybe Norway and Narnia. So I've thought long and hard about it, and I've come up with 12 reasons not to move to Japan. Some reasons are obvious, others might come as a bit of a surprise. Now, I'm aware this might feel like I'm betraying some viewers who've seen Japan
through these videos over the years and dreamed of living here someday, like I'm crushing some dreams. But honestly, despite some of the bad things in this video, my aim isn't to dissuade you from moving. Yes, it's the obvious one. Accommodation is often small, expensive, and poorly soundproofed. Just yesterday, I heard my neighbours through one of the walls have an argument for about an hour, and it was so clear that I could pretty much hear every word they were saying. Like, it sounded like she was angry at him because he wasn't subscribed to Abroad in Japan. No, it was a cheap shot, even by my standards. Sorry. Now, I've never really minded about living in a small apartment, as I have done the entire time I've been living here. It's kind of fun fitting your life into a small space. It gives you a sort of minimalistic mindset where you have to be very careful about the things you buy and what you fill your apartment with. And in my case, I choose to fill the apartment with cheap hats from the 100-yen store covered in weird English. In this case, jumping, pounding the rock. It's my new favourite addition to my prestigious hat collection. Brilliant. Spending $1,000 a month on a tiny studio apartment is just the reality of living in a city like Tokyo. And in your 20s or even in your 30s, it probably won't be too much of an issue. The problem, though, for me, has always been the lack of privacy. When I first moved to Sendai, I lived in what looked like a nice modern studio apartment. It was well lit, the bathroom was nice, and the bed smelt like daffodils. But then I moved in and started sleeping in the bed, and I discovered I could hear my neighbour snoring through the cardboard wall so clearly at night. I used to genuinely wake up at night and think someone was in the room. It all felt a little bit like Silent Hill. Another time I ended up with a neighbour who happened to be the worst neighbour in the history of Japan. With a daily experience that pushed me to the brink of my sanity. Every morning at 7 a.m, I'd be in bed, fast asleep, and my neighbour, this guy, would leave for work. And there'd be a bang on the door, and you'd hear his footsteps trail off. And then just as he drifted off and fell back to sleep, you'd hear the ominous sound of the footsteps returning. The door would unlock, and then, and this is completely true, and I can't believe it happened, he would open and close the door 25 fucking times every single morning. I would count it. 1, 2, 3. Fuck! In my desperation, I bought these super mega noise-cancelling Wonder headphones. You could be in front of a fucking fireworks factory going up in flames, slip these bad boys on, and hear nothing. Perfect. Just peace and quiet. Well, not quite. Because every time he shut the door, the whole bloody building moved. You could feel the paper wall moving. You could feel the bed rattle. Honestly, by the end, I felt like slamming his head in the door 25 times every morning. But realizing it was... そう。これありますね、本当に。なんだっけ。アパートとかマンションの壁が薄いんですよ。で、日本語でマンションは特に大きなとか関係なくて、まあ、たくさんの人が住んでいるビル、建物のことをマンションやアパートと言います。でも、どちらかというと、アパートの方が、小さいです。小さいっていうのは部屋の大きさじゃなくて、その一つの建物の、例えば一つのビルに4つとか5つ、4つとか6つ、とかしかなかったら、それはアパートだと思います。で、マンションは普通はちょっといい素材を使っています。例えば壁とか叩いてもあまり音がしないです。だからそれは、引っ越す前とか、家を見るときにチェックします。でもやっぱりマンションの方がアパートより高いです。マンションの方がアパートより高いです。で、壁が薄いって言います。なんかティッシュボックスみたいなんですね。本当に日本の家の壁は薄いです。この家も隣の人のテレビの音が聞こえてくるときがあります。はい、クリスさんめっちゃ怒ってますね。このアパートのやつちょっと終わって。You got your apartment, which is a process so incredibly unpleasant. Right. It will make you want to jump up and down, pounding on the rock.
So of the hundreds of foreigners I've met living in Japan over the years, I've never met a single one who's looked me dead in the eye and said, yeah, I love looking for apartments in Japan. Like, it's not fun. And that's down to a simple factor, and that is, as a foreigner living in Japan, many apartments don't allow you to live there, to rent it out. Now, I should preface this by saying, if you come here with a job, a lot of the time your company will sort you out an apartment. And certainly in my first 3 years, I was very lucky that my apartment was all ready to go. However, after that, I moved to Sendai and I was looking for apartments. I found one that I really liked and I put in a bid, and they turned me down because I was a foreign resident, because I wasn't Japanese. And that's something that happens a few times. And it's not a nice feeling to be discriminated against because you're not Japanese. The only way I could get over feeling irritated and kind of angry about it was to try and be sympathetic and try and look at it from the perspective of the landlord. A good friend of mine who's a foreign resident rented out one of his apartments a few years ago, and the property management company actually warned him not to allow foreigners to stay there. There's a little box you can tick that says no foreigners in your apartment. And they presented him with some numbers and statistics to sort of suggest that foreign residents are a flight risk, that they would skip the country on their last month and not pay the rent, which does unfortunately happen, causing a lot. 実は多分ちょっと言いたいことがあるんですけど、確かに国に帰ることはあると思うんですけど、それよりもよく聞くのがやっぱりなんかゴミをちゃんと分けないから外国人には貸したくないっていうのは聞いたことがあります。これもまあ偏見ですけどね。でもあとちょっとうるさいとか、それも偏見なんですけどあります。A lot of stress and problems for the landlord. Not only that, but the odds of having a foreign resident are very low in your apartment by virtue of the fact that 98% of Japan's population are ethnically Japanese. Whatever way you look at it, it doesn't stop the whole process from being unpleasant. Like, I can't put a positive spin on it. It's just not fun. Except for the fact that when you do get your apartment finally, you do feel like you've completed the world's hardest video game, albeit a costly video game that you didn't enjoy playing and one that was riddled with relentless discrimination. Certainly no Pac-Man. No discrimination there. Although there is a guy there being weirdly attacked by lots of... Yeah, anyway. A few years ago, there was a news story of a Japanese train that had done something truly unthinkable. A railway company issued a public apology after a train scheduled to leave at 9:44 a.m. left the station at 9:44 a.m. Oh my God, I can't believe... Wait, what? Yes, that's right. A train had left the station 20 seconds early. It was supposed to leave at 9 minutes 44 and 40 seconds, but it left at 9 minutes 44 and 20 seconds. Oh my God. While Western media are gobsmacked at the concept of a train apologising for leaving more or less on time, it also makes sense in Japan, the country where things are formidably punctual, things are on time, and things always run and work like clockwork. As a consumer, Japan is pretty much perfect. I mean, we've already seen that. But of course, all of this comes at a price. There's a reason everything works so well in Japan, and it comes at human cost. It's built on the back of a workforce who sacrifice so much for the greater good of society. Working for a Japanese company can be brutal, particularly a medium to large organisation. The hours are long, the lack of control over your own life is minimal. Taking holiday leave for a Japanese worker is almost as difficult as getting an apartment as a foreign resident. Like, studies have shown that only half of workers in Japan take their paid vacation. They get 20 days of annual leave and they only take 10 of them, which seems unthinkable coming from the UK, where everyone is very much keen to go on their holiday. And the reason for that is leaving your workplace and going on holiday in Japan, it looks bad. You will get ostracized for it by your colleagues, by your superiors, maybe not to your face, but certainly behind closed doors. You won't be seen as a team player if you're somebody who's not in the office much. It's a very strange thing. Like, you don't actually have to be doing anything productive at the workplace in Japan. You just have to be present. Being seen at work or present in the office is viewed upon more favourably than being productive or doing anything actually good. Even I got a taste of this as an English teacher. I could go home at 4:30 p.m. every day, but if I stayed until 6 p.m. and just sat at my desk working on something or studying some Japanese or just playing with my pencil, colleagues would sort of come over and just commend me for my excellent hard work. Now, you might be thinking, well, if I do overtime, at least I get paid for it. But typically in Japan, you don't get paid for overtime work.
So not only are you being unproductive, not only are you spending lots of time unnecessarily at work, but you're not getting paid for it either. Sadly, studies have shown that job satisfaction is far lower in Japan than it is in the UK and the US. And while I have seen more foreign workers残業が多いってことですね。problem, and hopefully at some point they'll realise that and start confronting it. One of the hardest things about moving here in my first year, and something that I really wasn't prepared for, was losing my independence. You know, want a new car or a phone contract, want to set up a bank account. Hell, maybe after a long day at work, you just want to use your microwave. Well, good luck with that, because when you first move here, you're going to need someone to do it all for you. You're going to need a lot of help. You might be thinking, well, don't move to Japan then, if you don't know any Japanese. And you'd have the same problems in any country that doesn't speak your native language. But honestly, as time progressed, it often became less of a language issue and more of a cultural issue. The paperwork is endless and daunting. You use outdated technology every day, fax machines, personal seals, aka stamps, not actual seals. That would be far more exciting. And of course, to fill out all the paperwork, you need advanced knowledge of Japanese kanji characters. You are going to need someone to help you. There's no doubt about that. You are going to need to rely on other people a lot more than you would back home and feel like a burden to others. And if you're はい、日本語を勉強した方がいいってことですね。たくさん大変なことがあります。でもこれはクリスさんも言ってたように日本だけじゃなくて自分が十分に話せない言葉の国に行ったらどこでも起こりうることだと思います。はい、頑張ってください。You go to cross the street with a few dozen cars waiting. And while you stand there waiting for the lights to change, you suddenly notice that everyone is staring at you like you're an anomaly, like you shouldn't be there. You start to become quite anxious and self-aware. People are watching your every move. You feel like something terrible is about to happen. And then it doesn't, and you carry on walking to McDonald's. Now, this sounds a bit like a horror movie, or sounds a bit like The Matrix, to be fair. But the good news is it's mostly in your head, unless The Matrix is real. But as I said earlier, 98% of Japan's population are ethnically Japanese, and it is one of the most homogenous societies on Earth. And inevitably, you will stand out if you don't look Japanese. Now, you'll notice people don't sit next to you on the train or the bus, even if it's crowded, which makes you really feel like you're standing out, feels like you're different from everyone. You'll notice people at the supermarket stare at you, and children scream and recoil in terror at your face. You know, especially if, like me, you've lived somewhere that isn't Tokyo. You live out in the rural areas where seeing a non-Japanese person is incredibly rare. I mean, hell, if I see a white person, I'm shocked and disturbed as well. But I noticed in my first and second year here, it did get to me a fair bit. I did get quite anxious about it, and I got self-conscious in a way that I didn't really want to care to admit. It made me stressed, it made me uncomfortable, but in the end I realised that most of the problem it was up here in my own head. For sure, people stared at me, but nothing bad ever really came from it. Nothing bad actually ever happened. But if you're someone with anxiety issues and you end up particularly in the Japanese countryside, I do think it could be an issue. And all I can say is the best way to get around it is by rationalising the situation, realising that even you get surprised if you see someone who's not Japanese out there. You know, you will stand out, but it's not necessarily a bad thing. However, this is a topic we'll kind of cover again later on in the video, because in the long term, it can become a bigger issue after many years of kind of feeling like that. Now, the Tokyo Olympics has had a bumpy ride this last year, and just as things couldn't get worse, the head of Japan's Tokyo Olympic Committee, Yoshiro Mori, was forced to resign after making some rather bold remarks. Responding to the idea that more women should be featured in board meetings, he came out with the remark, if we increase the number of female board members, we have to make sure their speaking time is restricted, as women have difficulty finishing, which is annoying. Oh, God. Now, there was just one problem with this comment. It's not 1936 anymore. And the backlash was swift, with Yuriko Koike, Tokyo's first female mayor, refusing to go to meetings with him in protest, 150,000 signatures asking for his removal, and the world's media rounding on him before he bowed out. And everyone lived happily ever after. Until a month later, when it happened again. This time, the creative director of the Tokyo Olympic opening ceremony, Hiroshi Sasaki, had jokingly suggested that one of Japan's top comedians, Naomi Watanabe, should be dressed up in the opening ceremony as a pig. To quote Hiroshi Sasaki, Naomi Watanabe could appear as an Olympic. Olympic. What the fuck is that? Unsurprisingly, he got the chop too. And no, we're not talking pork chops. Unfortunately, though, these
いや、そうだね。日本のメディアは、なんかその、渡辺直美さんっていう方がいるんですけど、その方はコメディアン、芸人で、まあ自分でもその、ふくよかなことを、まあ、言ってるんですけど、これはひどいですね。知らなかった。Though these sort of stories are quite a regular occurrence in the media. Japan is ranked 120th currently when it comes to gender equality. And if you look at photos of Japanese politicians or CEOs and leaders, it's almost like a Where's Wally or a Where's Waldo for American viewers to try and find someone that isn't a 200-year-old man. In the workplace here, as a woman, you're much more likely to get paid less. You're going to be looked over for promotions and kind of feel a bit like a subordinate. For example, at work parties, women are kind of expected to pour drinks and almost take on a bit of a hostess role, kind of enkais, work parties. At the same time, I do know quite a few successful businesswomen, both foreign and Japanese, have done a really great job in Japan. And Tokyo's current mayor, Koike, is of course female. Right now, it's looking more likely that Japan will one day have an empress. While it's technically forbidden for women to be emperors, there is a debate raging, with 80% of the Japanese population open to the idea as having a female empress. So change is afoot, but if you come to Japan as a woman, it could be a bit more difficult and it will throw up a few more obstacles along the way, certainly more than it would back home. I think there's always been this perception, if you come to Japan as a foreigner, you instantly get some kind of foreigner rock star status. But the sad reality is, you were Dave Smith in London, and you'll still be the same unremarkable Dave Smith when you're in Tokyo. First off, most Japanese people aren't actually interested in dating a foreigner. Most people here are already under enough stress in their 20s or 30s when it comes to their work life and their families. The idea of marrying someone who will whisk their son or daughter away to a foreign land doesn't always go down well with Japanese parents either. They're expecting their children to look after them in later years. Now, I've only ever dated 2 Japanese people, and neither really worked out. It got serious very quickly, and I remember scary words like marriage came up a lot sooner and a lot faster than they would in the UK, just because there is that pressure here to try and get married before you turn 28 years old. Romance as a whole is pretty different to the West, where we have a strong emphasis on public displays of affection, on kissing, on hugging, on holding hands. Japan's very much the opposite to that, where all of those things are kind of seen as awkward. The idea of marriage is also very different. The emphasis is on creating a strong, stable family environment with a good outward appearance to family and friends. It's more about ticking off boxes than it is about having a connection with personalities and whatnot. When I look at a lot of Japanese friends, relationships and marriages, it often comes across as more like a business partnership than one based on love and affection, which isn't necessarily a bad thing. However, on top of that, infidelity is a lot higher than you might think. There are inconclusive studies that kind of talk about this, but one factor is cheating is viewed rather differently. For example, there's a whole industry here that caters for late night activities. We're talking hostess bars, love hotels, soapland, and many people wouldn't view going to those places as cheating here, but they certainly would back home. And no, a soapland isn't a place that sells luxury, exquisite Japanese soap. Go and look it up on Google. I don't want to get this video demonetized, but I've spent many a long night drinking with friends who are dating a Japanese person here, who are baffled about the cultural differences in between and stressed from the pressures of having to marry quickly and have kids a lot quicker than they'd want. At the same time, though, I do know plenty of couples who have made it work, and it worked out fantastically, but it's not as easy to date here as you might think, and it will take more patience, more compromise, and more language learning, certainly, to make it succeed than it ever would back home. From my experience, going to see a doctor in Japan for health issues, both physical or mental, can leave a lot to be desired. Doctors here tend to want to deal with you very quickly. They will ask you... そう、ちょっと、ハイメさん、すいません。ありがとうございます。こちら、たくさんの動画を作っていただいてありがとうございます。10本ぐらい見ました。とてもありがたいです。いつも見てくれてありがとうございます。次の動画は、会話動画だと思います。よろしくお願いします。はい。じゃあ、クリスさんに戻ろう。でも、病院に行った話だね、これ。Ask you what's wrong, they'll throw some pills at you and they'll send you on your way. You know, these aren't pills, by the way, these are Tic Tacs. Dr. Chris is in town. It's my prescription. But some clinics just seem to be downright dodgy. I once saw a doctor when I had something wrong with my stomach. Perhaps unsurprising, given my fried chicken addiction, it caught up with me. But I was told that I'd need an endoscopy where they put a tube down your throat and into your stomach. I thought it'd be like a thin little piece of string. It turned out to be the width of a flashlight. Like, it was really big, and it remains to this day
the worst experience of my life so far, second only to watching the final season of Game of Thrones. For the most invasive surgery of my life, I was taken into what can only be described as a broom cupboard, put on my side and given some liquid which was supposed to numb my throat. It didn't work, and I felt the entire procedure with incredibly painful clarity. But the reason they put it down there was to take some photos and print them out. And after they took the photos, they pulled out the cable and started printing them off, where it quickly transpired that there wasn't enough paper in the fucking printer. And half of the crucial photos showing if I was going to die or not were just lost forever. Like, there was an awkward pause where the doctor looked at the printer, looked at the photos, and then sort of looked at me as if to say, oh, I might have to do it again. And I looked back as if to say, fuck right off, I'd rather die at this point. But the moral of the story is choose your doctor very carefully and don't live off a diet of fried chicken. At the same time, major Japanese hospitals are very well run. They're very clean and spotless. The staff are fantastic and the health service is good here. But then, of course, there's mental health, and that unfortunately is a bit of a taboo subject. An acquaintance of mine who once had severe depression went to see a doctor here and was told in no uncertain terms, you should be more happy. Brilliant, fantastic. Depression has been cured. And I've since taken that advice and turned it into a groundbreaking audio self-help guide. Now, I get a lot of messages from folks who have anxiety or depression and want to move to Japan. And I can't really give any expert advice, but what I will say is moving to Japan could honestly go both ways. If you have chronic mental health issues and you're taking medication, moving far away from friends and family to a country where you can't speak the language or easily see a specialist is in all likelihood going to make the situation worse. So before taking that leap, make sure you weigh up the pros and cons and speak to a professional doctor about it, because when you're here, it is going to be difficult to get the support that you may need. Perhaps unsurprisingly, one of the questions I get asked the most is what kind of jobs are there for foreigners in Japan? What kind of opportunities are there? And the answer is, honestly, it depends on if you're a skilled worker and how good your Japanese is. The general rule in Japanese companies is they will prefer to hire a native Japanese person, unless it's a skill or a sector where they need some kind of outside talent. For example, over the years, I've met plenty of foreigners living and working here in sectors like IT, video game design, engineering, translation, and interpretation. The vast majority of folks, though, do end up as English teachers because while it's technically not skilled, as a native speaker of English, you've still got a major advantage over Japanese English teachers. Outside of those sectors or specialized skills, it is more difficult because you're not going to win against a native Japanese speaker with advanced knowledge of kanji and the business etiquette and the way of doing things. And it's really important to point out that many of those skilled jobs that I listed off a minute ago are all in Tokyo. Like, most of my friends do live in Tokyo. And if you want to live somewhere that looks like this and pretend you're in a Hayao Miyazaki movie, well, your dream is about to get 10 times more difficult. Even as an English teacher, most programs are capped at 3 to 5 years, and there's this kind of expectation that you're going to leave or go home afterwards or get a job somewhere else. When I look at all the people I worked with in Yamagata Prefecture in my year when I was an English teacher, I'd say 90% of them do end up going back home, and the other 10%, they all ended up in Tokyo, except maybe 1 or 2 people. So yes, the jobs are there, but you've got to be skilled in something or end up as an English teacher and gradually transition into another career. And if neither of those pathways are appealing or possible, then it's definitely going to be much more difficult to find a work opportunity in Japan that fits around you, I think, unfortunately. When I take a step back and look at my 3 closest Japanese friends, they're all kind of misfits in their own way. There's Natsuki, the wannabe rock star, whose obsession with British punk rock put him at odds with Japan's collectivist mindset. He does things his own way and he speaks his mind. Good to see you, Natsuki. How are you? Fucking There's Ryotaro, who's lived in the UK, the US, and Australia, and picked up a kind of Western way of thinking. He's brash, opinionated, and in your face. Let's go. Then there's my friend Yuki, a successful entrepreneur who's never lived overseas but has an obsession with Western culture, Star Wars, Silicon Valley, and he does it all while drinking a tiny beer. Wait. The world's smallest beer. No. I'm so big. They're all from different backgrounds and social classes, but they're all kind of rebellious, open-minded individuals who are often opposed to the sort of typical way of Japanese thinking. And when I look at all the Japanese people I could have been good friends with, acquaintances, I realised we never went past a certain point. I was always treated like an outsider, some kind of exotic foreign character, and constantly reminded of that
in our conversations. I was initially a bit conflicted to put this point on the list, but I asked around, I asked a few other foreign friends living here, and they felt the same way, that it can be difficult to make friends in Japan. Most of my foreign friends, honestly, they stick to other foreigners. They have a kind of a foreign bubble network, and they never go beyond that. I know plenty of people living here that don't have a single close Japanese friend, which is very bizarre, but it's the truth. And I do think you'll find it harder to make friends in Japan than you would back home. However, when you do make friends here, those relationships will be rock solid, and they'll be kind of friendships that will last a lifetime. Not so sure about Ryotaro though. Don't know why he's on the list in hindsight. So a few years ago, I made a video called 12 Things Not to Do in Japan. It's the most successful video on the Abroad in Japan channel, and in many ways, I hate it. I hate that video. But it's popular because Japanese etiquette and all the rules, which are mostly unwritten, are intimidating and difficult to wrap your head around. But whenever I go back and look at that video, one of the things that strikes me in the comment section is the sheer number of people who sort of say, fuck the rules, I'm going to do whatever I want, screw this. But then again, what do you expect from Brett Maverick? A walking fucking court case waiting to happen. And if you are that sort of person, which is fine, I don't think you're probably going to want to live here. Now, while I might be a sarcastic, cynical, over-opinionated monster when I'm sitting here in front of the camera, off the camera, I do pretty much stick to the rules and I follow the etiquette. Because as a foreigner living in Japan, you already kind of stand out. You already become scapegoated for a lot of the bad things that happen here. And you don't want that to happen. There's 125 million people in Japan, 38 million of which live in the Tokyo area alone. And yet, far from chaotic, there is an impressive sense of order where everything has its place. You know, if you look at a video of a station platform with thousands of people, there's perfectly formed queues. The trains themselves are quieter than libraries. The whole of society is designed so you're not inconveniencing other people, which is a fantastic strategy to have given the ludicrous population density. But it's a very different atmosphere to the kind of screw it, I'll do what I want feeling back home. I've had plenty of friends come here who've enjoyed Japan, loved it for 2 weeks, but felt a bit overwhelmed by all the rules and having to be quiet on trains and not have to do things. And you have to constantly be asking yourself, am I in someone's way? Am I being too noisy? Am I lining up in the right place? Am I getting chicken all over the train seat? You know, there's a constant internal monologue that you can't switch off, and it can make you paranoid about whether or not you're breaking rules. So if you're a pretty chilled, laid-back person, I do think it could lead to some unnecessary stress and anxiety. And for me personally, it's part of a big reason why I don't live in Tokyo, because I get a bit overwhelmed after 2 weeks. Unfortunately, I'm certainly no Brett Maverick, and I never will be. Always good to end on a controversial, fun point. Imagine being in a country for a decade or longer, building your entire life there, and still being treated every day as though it's day one, as though you've just arrived. I've been here 9 years now, and on a daily basis, I still get commended for my ability to use chopsticks. And I'm cool with that, that's fine. But there's this uncomfortable kind of feeling you have here that people are always wondering, why are you here? What are you doing in Japan? When are you leaving? Like, what's going on? Of course, it's good to be sympathetic and realise that Japan is a homogenous society, 98% ethnically Japanese. It's not multicultural, and it won't be changing anytime soon. But perhaps the darker aspect to that is when foreign residents are scapegoated for bad things. Certainly during COVID, it's been a more difficult year than I can ever remember. Like, there was a ramen shop early on last year that just banned foreigners outright from coming in. And just last week, there was a public announcement warning farmers in Ibaraki Prefecture, just north of Tokyo, to avoid having dinner with foreigners altogether because they might have COVID. Well, my personal favourite example was last year when a Japanese TV show claimed that English speakers spread COVID more because we enunciate the P sound. This is a pen, a pen, a pen. This is a pen, seriously. I've never watched something that's made me simultaneously very angry and laugh out loud at the same time. God help us all. But to end things on a positive note, I recently asked a good friend, a foreigner who's lived here about 2 decades now and built his entire life here. He's got a Japanese wife, he's got kids. Has this ever been a problem for him? Has he ever felt like he doesn't truly fit in? And he told me that he never expected to be Japanese, right? He always expected to just be a foreigner living in Japan. And there's nothing wrong with that. And it's never stopped him living a rich and fulfilling life here. And it's never really got in my way either in the last 9 years. And I think that's the really important thing. It all comes down to you personally, right? For a lot of people living here, I think it could be stressful. It could be anxiety inducing. It could be a bit of a nightmare. But for me personally, it's been an incredibly rewarding experience and one that I've never,
ever regretted, which is pretty reassuring. I'll be keeping an eye on the comments in this video to see if you guys have a specific point that I've raised in this video that you'd like me to build on or talk about. うん。すごい。すごいここで止まっちゃった。お疲れ様でした。面白かった。ちょっと待ってくださいね。ストップスクリーンにして、シェアで、私の書いたやつ。これ、さっきまとめました。書きだからちょっとだけだけど。うん。さっきクリスさんが言ってた、マンションとかアパートの壁が薄いです。うん、だから、隣の人の足音とか、うん、実はいびきも聞こえる人もいるらしいです。いびきわかりますか？うん、はい。で、あとさっき言ってたのが、外国人だから家が借りられない。そう。で、まあ理由はわかりません。でも、さっきビデオで動画で言ってたのは国に帰るからとかですけど、個人的によく聞くのは、日本人から聞くのは、なんかうるさいとか、やっぱり習慣が違う、生活習慣が違う。なんだろう、困るからとか、あとゴミを分別しない。ゴミを分別、日本のゴミの、分別っていうのは、分けることです。これは燃えるゴミです。紙です。でこれは缶です。ペットボトルです。とかを分けることです。ゴミを分別すると言います。ゴミを、だからそれをしないっていうのも聞いたことがあります。でも日本のゴミの分別のルールはすごく、複雑だし、その町によって全然違います。で、休みが少ない、って言ってましたね。休みが少ない、有給休暇って言うんですけど、ペイバケーションですね。有給休暇は、あっても使わない人が多いです。そうです。だから、使いづらい、有給が有給と呼びますね、これを。公式の名前は有給休暇なんですけど、ちょっと有給休暇って言いにくいじゃないですか。なので、有給って言います。有給があっても、他の同僚に気を使って、有給を使わない、取らないと思います。取らない人が多いですね。で辞めるときに取る人がいますね。意味ないですよね。そう。うるさいのがも聞こえるね。ごめんなさい。そうですね。もし日本でしちゃったら聞こえると思います。こんばんは。でも、レイさん、こんばんは。日本では祝日が多いと思います。そうですね。祝日多いですね。でも、大きな会社とかだと土日祝日が休みなんですけど、中小企業、小さめの会社だと、土曜日休みじゃないところも結構多いみたいですね。エイワンさん、こんばんは。じゃあ続きます。そうと残業が多いです。これも職種によりますね。最近は減ってると思います。最近、ワークライフバランス。気にしている会社が多いですね。なので、残業も減ってきたんだと思います。でも正直、私は会社で働いていないので分かりません。はい。さっき言ってたのは、
見た目が日本人っぽくないとジロジロ見られる。まあ、そうですね。まあ、これは日本だけじゃなくて、どの国でもあると思うんですけど、私も、アメリカの田舎にいたとき、周りは黒人の方と白人の方しかいなかったので、アジア人一人だったので、何ですかね。なんか、英語を話しているんだけど、なんかびっくりして、なんだろう、普段アジア人を見ないから、ちょっとびっくりした感じで、なんか、こっちは英語喋ってるのになんかびっくりしてました。そういう経験があります。だから、見た目が日本人っぽくないと、日本でジロジロ見られるのはそうだと思います。あと、私は日本人だけど気をつけていること。まあ、輸出の高い服は着ない。まあ、これは皆さんも聞いたことあると思うんですけど、日本人はこうなんかカバーしてるのが好きというか礼儀なんですね、多分。なので、特に、まあ、東京とかはそうでもないと思うんですけど、いろんな方がいるので、でも田舎で、例えば家で T シャツ、タンクトップにショーツとかで、ちょっと外出たらすごく見られるので、家に誰かがなんですかね、ピンポンって押すときに私着替えますもん。ちょっとやりすぎかもしれないけど、まあ多分ショーツ履いてるのを、なんかジーパン、ジーンズ履いたり、上に何かカーディガンを着たりします。じゃないと、相手の人、日本人は常に相手のことを考えるので、相手が困っちゃうんですね。どこ見ようみたいな。なので、気をつけます。相手のことを考えて、考えて、考える。うん残業は何時ぐらいですか？いや、ちょっと今わからないんですけど、まあ、普通は2と4時大体、ちょっと残業は今わかんないです。ありがとうございます。ルカス、ラウ、ちょっとごめんなさい。ごめんなさい。さぎさん素晴らしいです。ありがとうございます。ポーランドの状況と似ていると思います。ポーランド人は有給休暇を取りたくないです。ポーランドはヨーロッパで3番目に、勤務時間が長い国です。そうなんですね。やっぱ相手のこと、周りのこと考えますよね。相手に迷惑かけたらどうしようみたいな。で、面白いことに、まあ、旅行に行ったとき、まあ、特に、まあ、長期休暇、その有給休暇を取るときは、あまり旅行に行きますとはちょっと言いづらいんですね。でも、なんか、ハネムーンだと大丈夫なんですよ、多分。行くときは、もしハネムーンに行ったら、新婚旅行ですね、ハネムーン。新婚旅行。新婚旅行に行くときは、まあ、絶対にお土産を買って帰るね。同僚に配ります。これは書いてないルールです。はい。ロリスさん、すいません。ありがとうございます。そう。そう。個人的にね、これは個人的だけど。
どこだっけ。で、次。そのさっきあった、オリンピックやりましたね。渡辺直美さんっていう方が、見た目をからかわれるオリンピックって言っちゃったんですね。本当に最悪ですね。最低ですね。で、多分デブっていうのは、あまりいい言葉じゃないんで教えたくないんですけど、デブっていうのは太った人のことですね。で、ブスっていうのは綺麗じゃない人のことですね。それとかを結構日本のメディアでは言っちゃうんですよ。最近減ってきてるんですけど、日本のメディアで、見た目をからかわれるね。影響ですね。これも個人的な意見ですけど、私は良くないと思います。お腹空いてきた。まだ机がないんで、ちょっとグラグラしてる。はい。あとは、さっきあった、男性と女性の問題なんですけど、女性だからバカにされるとか、下に見られるっていうのは、正直あります。これは、直接言われるわけじゃないんですよ。なんだろう。直接、お前は女だからとかは言われないんですけど、言葉でわかります。本当に、すごく細かいんですけど、例えば、私は女性で、若いといえば若いです。だから、年上の男の人とかが、店員さんとか、私がお客さんの場合、普通、日本ではお客さんの方が立場が上なので、敬語を使ってくれます。でも、私が女性で、若いってのが分かると、急にタメ口になります。それは、相手は仲良くしたいのか何かわからないんですけど、ちょっと困りますね。ちょっとそれは最近思いました。なんで急にタメ口になるんだろうって見た瞬間、私は思いました。急に、ちょっとタメ口になる。はい。あとは、すぐに結婚したがるって言ってましたね。日本の女性はすぐに、リスさんはすぐに結婚したがるって言ってましたね。これはちょっと人によると思うんですけど、でも確かに、婚活という言葉が日本にはあって、結婚したい人が、結婚する相手、彼氏じゃなくて、結婚が目的なんですよ。ゴールが結婚、を見つける活動ですね。日本ではそういう婚活っていう言葉もあるぐらい、一般的なので、結婚したい人が多いんだと思います。なんでですかね。でもそうじゃない人もいると思いますけどね。はい。で、病気関連。クリスさんが言ってた、この手術のことはちょっと、大変そうでしたね。で、私が聞いたのは、日本で、例えばアメリカで飲んでいる薬が日本に持ってこれない。持ってきたら薬物としてドラッグディーラーみたいな薬物として認定されることがあります。だからちょっと難しい話なんですけど、薬事法っていうのがあって、日本の薬事法、薬の法律ですね。日本の薬の法律とその
国によって薬の法律が違います。なので、アメリカとか他のね、自分の国で飲んでても、それを持ってこれないことがあります。そして日本で手に入らない、日本でもらえない可能性があります。私の知り合いの人が、なんだっけな、転換ってなんて言うんだっけ、英語で。ADHD とか、なんて読むのこれ、転換って、神経障害のことなんですけど、これわかんない。合ってなかったらすいません。転換とかの薬を、アメリカから持ってきたかったんですけど、それは認められていなかったそうです。なので、多分、どうしたんですかね、わかんないんですけど。はい。最近、小さい子供が子供っぽく洋服を着るのが好きだ気がしますね。そうなんだ。小さい子供は大人っぽく洋服を着るのが好きな気がしますね。特にアメリカとヨーロッパでもこの様子が見えますね。残念だと思います。あ、そうなんですか。知らなかった。机がないのは大変ですね。そうですね。はい。でも、ニトリっていうインテリアの、会社があるんですけど、ニトリ、お店があるんですけど、ニトリで買おうと思います。タメ口わかるけど、英語はわかんない。困ります。敬語は学校で教えていますか？そうですね。困ります。敬語は学校で教えますよ。でも、実際に使わないと、喋れないので、はい。基本的に、学校を卒業して、社会に出て、会社で働くようになってから、話せるようになると思います。これは残念ですね。薬物を取れない。そうですね。そうですね。薬を、摂取できないですね。先に失礼します。最初にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ごめんなさい。読んでないコメントありました。ごめんなさい。これ大変だね。3年前、私の住んでいるアパートの近くであるお寺をブラブラしてたんですけど、夏でめちゃくちゃ暑かったし、コンビニで何か冷たいものを買いに行ったんです。でも、レジに行ったら財布がなかったことに、気づきました。ポケットから財布が落ちたかもしれない。さっきいたお店に戻って、探したけどありませんでした。店員さんに聞いたところ、その店員さんが私の手首を掴んで、そのまま交番まで連れて行ってくれました。交番で女の子の高校生が同時に私の財布を交番に届けるところでしたかね。本当に安心して日本は素敵な国だねと思いながら、またそのコンビニに戻ってアイスを買って帰りました。いい話ですね。でもちょっと待って、この最後の、その店員さんが私の手首を掴んで、こう掴んで、なんか悪いことしたみたいじゃないでも、そのまま交番に連れて行ってくれました。そうなんですね。でも、よかったですね。優しい人に会えて。はい。じゃあ、ちょっと頑張ろう。で、よく日本での仕事ですね。で、皆さんもご存知の通り、日本で仕事をするのは、英語の先生が多いですね。で、英語の先生、でも、働いている英語の先生もいるし、日本人の方と結婚して、自分で英語の教室、英語の学校、英会話学校をしている人も多いです。そうだね。
自分でやってる人もいるので、そうですね。英語だけじゃなくて、フランス語とかドイツ語とかもあります。はい、あと、私が知っている人だと、金融系、これもエキスパートですね。金融、ファイナンスとか。そう、ファイナンスとか、その金融系で働いている人も、会社の支社が日本にあって、じゃあどうぞみたいな感じで来る人もいますね。あとは、弁護士とかもそうですね。弁護士とか、なんだろう。外資、コンサルとか。IT 系の人も日本で、仕事しやすいと聞きました。はい。はい。あと、クリスさんが言ってたのは、日本人と友達になれない。日本人と友達になれない。そうですね。私もなれないですね。いますけど、昔からの友達か、そうですね。やっぱり気が合う人としか友達になりたくないので、そうですね。なんてアドバイスしたらいいんだろう。確かに、外国人は外国人とつるんでいる。そうですね。つるむっていうのは、つるむってどういう外国人同士で、仲良くしていることが多い。ね。そう。これは別に日本語喋れても喋れなくてもあんまり関係ないと思います。ただ自分の興味とか自分が育った文化とかが違うから、わざわざ日本にアダプト、日本に合わせたくない、無理して合わせたくないっていう人がいると思います。それはそれでいいと思います。その人のチョイス、その人の選択なのでいいと思います。でも日本語を勉強したいとか、日本の文化もっと知りたいって思うなら、日本語を勉強して日本人の友達を作った方がいいかなと思います。楽しくないかもしれないですけどね、わかんないけど。はい、コメント読みます。残業が好きですか？残業が嫌いです。残業しません。言語交換います。10月ぐらい？言語交換してるんですか？ 10 月ぐらいからかな、大人になってどこでも本当の友達を作るのは難しいですね。その通りですね。はい。ルーカスさん。そうですね。ルーカスさんってルーカスさんはい、こんばんは。おはよう。そう、日本語を話せば、友達になれると思いますかな？そうかな。そうですね。はい。そうですね。あとは、友達は気の合う私は別に少なくてもいいと思ってるので、はい。あと、クリスさんが言ってたのは、書いていないルールが多いですね。はい。これは私もちょっと空気が読めないので、わからない時が時々あります。例えば、日本人が電話で、またかけ直します。留守電、ボイスメールですね。またかけ直しますって留守電が入ってたんですよ。
だから私はずっと待ってたんですよ。うん。ずっと待ってたというか別に友達でもなくて郵便局の人だったので、特に連絡をしませんでした。またかけてくるだろうと思ってましたから。そうすると、なんか家まで来たんですよ。怖くないですか？だから、この意味は、かけ直しますじゃなくて、気づいたらかけてくださいだったんですよ。難しいですよね。こんなのわからないですよ。そう。はい。で、ちょっとコメントを見よう。ちょっと待ってね。でも、ドイツ人より日本人が好き。そうなの？自営業が最高ですね。私は自営業しています。何してるんですか？ルカさん、ルカさんだ。こんばんは。いっぱい日本人を、切っていました。逃げましたよ。悲しい。どういうこと？逃げたんですか？どこからどこに逃げたんですか？はい。そう。で、これが例1ね。私の KY な私が犯したミス。暗黙のルール。暗黙のルールと言います。暗黙っていうのは、喋らなくてもみんな知っている。あとは、例1がこれでしょ？例2が、これあんまりミスってないんですけど、私はこれはやってるんですけど、もらったら返すですね。例えば、前は、一軒家に住んでたんですよ。一軒家っていうのは、この家ですね。家。アパートとかマンションじゃなくて、家に住んでた時ですね。その時に、なんか近所の人がいろいろ持ってきてくれるんですよ。田舎だから。なんかこれ、もらったから、ちょっと余ったからあげるみたいな。あるんですけど、その時に、ありがとうございますってもらうだけじゃダメなんですよ。もらうだけじゃなくて、自分もその人に何かあげないといけないんですよ。これはエンドレスで続きます。そういう暗黙のルールがあります。だから、もらったら終わりじゃなくて、もらったら絶対に返す。何でもいいです。その人がくれたものよりすごく小さいとか価値がないものでも大丈夫。でも絶対に返さなきゃいけない、もらったら。そうしないと、なんだろう、関係が悪くなります。近所の人に、何かもらったら返す。これは同僚とかでもそうですね。会社でも、会社でも何かお菓子をもらったらお菓子を返したり、違うものを返したりした方がいいです。はい。ちょっと待って、めっちゃコメント来てる、待って。今も3人います。友先生と友達。いいですね。3人もいたら十分です。英語とフランス語の教師として働いています。そうなんですね。すごい。かっこいいですね。フランス語いいな、喋れるの。なんか話してまたちょっとぐらい急に続けてない。それで悲しい。そうですね。もう、ヤンさんがコメントしてる。同じ趣味の人がいれば友達できやすいと思います。そうですね。ゲーム好きだったり、ね。でもそういう人を見つけるのは難しいかな。でも、ヤンさんも見つけましたね。エイバンさん、1月ぐらい？そっか。1ヶ月ってことですか？ 1 ヶ月して、メッセージが終わっちゃうかな。みんなに対して質問があってちょっと気になるんですけど、日本語を学び始めたきっかけは何ですか？はい、皆さん答えてください。日本語を学び始めたきっかけは何ですか？じゃあ私は解説していきます。最後。クリスさんが言ってた、いつもアウトサイダーですね。お箸上手ですねって言われるみたいですね。そう。
これは、まあ、日本人ってお箸使うのがアジアの国だけじゃないって思ってるのかな。結構欧米でも使いますよね。アジア。アジア以外では使わない。アジア以外ではお箸を使わないと思ってる人が多いのかな。そうね。あと、アウトサイダー、いつもなんか外の人って感じ。でもそれは私もありますね。なんか、別にいいんじゃないですか。なんだろう。私は今田舎に住んでるんですけど、田舎で、なんだろう。昼間から大きい女の人が散歩してると、すごく見られますよ。アウトサイダーな感じですよ。で、ある日、なんだろう。なんか、カフェじゃないけど、カフェみたいなところに行って、ある人に全然悪気はない。全然悪い、いじめようとか、悪い気持ちにさせようと思って言われたわけじゃないんですけど、あなた、なんとかさん、さゆりさん、さゆりさんは何ですか、主婦じゃないよねって言われて、主婦ってわかりますか？ハウスワイフのことですね。主婦じゃないけど、なんでこんな平日の昼間からいるのって言われて、やっぱり平日の昼間に歩いている人はアウトサイダーというか、変な人って思われることが多い。で、主婦は、私は主婦っぽくないらしい。なぜかっていうと、指輪もしてないし、なんか雰囲気が違うらしい。主婦っぽくないから、主婦じゃないって言われた。はい。はい。日本に旅行したかったので、ちょっと勉強してみようと思ったけど、今は夢中になった。そうですね。皆さんは本当に趣味が多くて、すごいですね。はい。でもゲームも今日本語でできますもんね、多分。わかんないけど。はい。すごいね。はい。まあ、そうですね。こんな感じ。今日はこの辺にしようかな。はい。若いから日本語で育ってました。趣味です。どういうこと？若いから日本で、日本語で育って、日本に住んでるんですか？じゃあ。もしくはお父さんとお母さんが日本人ですか？趣味。すごいいいですね。いい趣味だと思います。絶対終わらない趣味。言語は終わりがないので楽しいですね。そう、結構長い時間、ライブストリーミングしてますね。ラブインジャパン。これ貼っとこう。リンク貼っときます。面白かったですね。マンションの構成。もう OK ですね。小さい頃からかもしれない。そういうことか。なるほど。共有してくれてありがとうございます。
はい、皆さんいろんな理由があって、日本語を勉強してるんですね。はい、にっこり。じゃあ今日はこんな感じで終わろうかな。住んでない日本語を好きだった小さい頃からそうか。なるほど。ありがとうございます。日本語に興味を持ってくれて。はい、すごい2時間近くライブした。じゃあ、皆さん見てくれてありがとうございました。今、日本は9時23分ですね。はい、なので今から、風呂に入って寝ます。お風呂に入って寝ます。そう今、はい。はい、皆さん、こちらこそ見てくれてありがとうございました。お疲れ様です。皆さん、お疲れ様です。今日もありがとうございます。レイさんもいつも見てくれてありがとうございます。お疲れ様でした。本当にいつもありがとうございます。はい。じゃあ、はい、おやすみなさい。じゃあ、また。バイバーイ。